皆さんこんにちは。今回は年末の爆買い業務スーパー購入品です。年末にふさわしく業務スーパーでは珍しく2万円を超えました。22,498円の購入品です。業務スーパーはだいたい1万5,000円から1万7,000円ぐらいですかね、いつもお買い物行くときなんですけども、今回はこんな感じ。リピート買いのものや美味しそうなものをたくさん見つけてきたので、食べられるものは食べながらご紹介していくので、ぜひぜひ見ていってください。下にね、ルーちゃんがいます。ルーちゃんはい年末ということで、こちら冷凍のボイルズワイガニを買いました。もうボイルしてあるのですぐ食べられてすごく楽だし、年末年始だけ並んでるんじゃないかな。去年も年末爆買いで買った気がします。同じメーカーかわかんないけど、ロシア産ズワイガニのみになっています。本当にボイルして冷凍されているだけっていう感じなので、それもありがたいなと思って気軽に年末感を楽しめるので購入しました。去年もね普通に美味しかったと思います。あと本当に身がコポッと取れるようになってるのがもう本当に楽でありがたい。ズワイガニはね最後雑炊にするのが大好きです。いいお出汁が出てるので。そして年末らしい数の子を買いました。醤油味。こちらは初めて買いました。なんかね、これは添加物も入って味付けされちゃってるんですけど、こういうもう数の子の処理してあって味付けされてるやつはもう全部ねいろいろ入っちゃってるので、いっかと思って買いました。自分で味付けするとか以外なかなかね数の子で無添加っていうのは見たことないので、冷凍だから好きな時に食べれてすごくいいなと思って買いました。今回冷凍たくさん買っていっぱいあるんですけど、ちょっとねもうお正月系先にご紹介しておくと、こちら栗です。今年の元旦は我が家に集まります。おせちは買ってあるし、お雑煮と特にねそんな何も作ったりしないんですけど、栗きんとんが夫の妹が大好きなので、栗きんとんだけ作ろうかなと思って栗を買っておきました。あとお正月系で言えばこちらの生ビールです。限界価格って書いてました。はい、ロング缶が6本入ってます。結構ねいつもアサヒ買うんですけども、今回は札幌黒ラベルにしてみました。アサヒがなかったっていうのもあるんですけど、この黒ラベル可愛いですよね。パッケージかっこいいし、お正月からスター星ってなんかすごい縁起いいかなと思ってお正月用にこちら買っておきました。お正月はビール、日本酒、ワイン飲みます。こちらが冷凍で初めて見てめちゃくちゃ気になって買いました。私フルーツにチョコレートかかってるやつ大好きなんですよ。チョココーティング冷凍いちごです。はい、開けてみます。結構たっぷりしっかり入ってますよ。これタイ産になりますね。じゃじゃーん。小粒のいちごめっちゃ入ってます。すごいちっちゃい。こちらは封を止めておきまして、こんな感じ。かわいい。いただきます。持って帰ってくる過程でちょっと溶けちゃってて、めっちゃいい感じのフローズン具合。美味しいです。好きです。いちごのフレッシュさと酸味とこの甘いチョコがめっちゃ美味しい。そしてこちらガドーショコラの誘惑3回目の購入です。美味しい美味しいです。甘すぎない。こちら Vlog でも食べています。結構ね箱でかさばるんですけども、すぐに解凍できるし美味しい。あと前回かな、初めて出会ったこちらのワカモレ美味しかったです。すごい美味しくて、で子供も食べてくれたんですよ。コストコのワカモレ私大好きなんですけど、ニンニクとちょっとピリ辛が効いていて子供があんまり好きじゃないんですね。でもこのワカモレは子供が大好きだったのでリピートしました。今回もあってよかった。一応乾燥ハラペーニョ入ってるんですけど食べてくれましたね。美味しかったですよ。そしてこれ美味しかったから初のこちらも買ってみました。ワカモレのスパイシーです。こちらも乾燥ハラペーニョ、ニンニクピューレ、コリアンダーなどが入ってます。その他セラノペッパーや乾燥じゃないハラペーニョも入ってるんだ。なので辛いんですね。こっち今日ちょっと試してみようかな。かわいい。解凍していきます。このまま。はい、こちらワカモレ食べてみました。
やっぱり結構辛い。ただ私でも食べられる辛さなんで激辛ってわけではないです。そしてやっぱり美味しいです。好きですね。あとこちら新商品かな、初めて見ました。アップルパイです。ラズベリーパイもあって、ラズベリー私大好きだけどパイはやっぱりアップルが好きなのでアップルパイにしてみました。焼いて仕上げる本格アップルパイ。あ、焼くの？でもトーストでも焼ける。で添加物も香料と酵素だけだったんですよね。こんなパンにしてはすごく少ないなと思って、マーガリンとかではなく発酵バターが使われています。いいなって思って買ってみました。発酵バター 15%。 これは 240g っていう記載なんで何個入ってるか分かんなかったんですが、何個だろうね。私のものはくっついちゃった。6個入ってました。そしてなんか本当に生地です。焼かれてない、この生地のままっていう感じです。はい、こちらトースターで焼き上がりました。これちょっと初めからね、剥がすの時に壊れちゃったのであれなんですけど、もうね、発酵バターのいい香りがお家中にしています。この食べきりやすいこのサイズもすごくいいですし、トースターでこんなこんがり焼き上がるっていうのがすごくいいです。いただきます。外がカリジュワで中のアップルがとろーっとしてます。とろとろで熱いほら、このとろとろ感と湯気分かりますか？でもこのリンゴソースも甘すぎなくて酸味があって美味しい。甘ったるくない酸味があるリンゴで美味しいです。いいですね。一緒にこちらをもはや紹介しようかちょっと迷っていたんですけども、なんかレジ並んでる時に小さいコーヒーが売ってて40円とかすごい安かったので買ってみました。微糖かーってちょっと思いながら、ブラックにすればよかったかな。なんかね、微糖あんま好きなやつないんですよねなんかもう甘いかブラックかの方が好きなんで、でもちょっとこれなんか小さくて40円で安いし買っちゃいました。これと一緒に食べたいと思います。普通に美味しい。40円だからちょっとホッとしたい時にいいですね。そしてこちら初めて見かけたんですけど、ホワイトクラム、なんかすごい白い綺麗な貝なんですけど、ミスハマグリって書いてて、ミスハマグリって言ったらなんかあれだけど、ミスハマグリっていうのかな、何なんだろう、ハマグリの仲間なんだと思って美味しそうじゃんと思って。冷凍ミスハマグリのみです。何も入ってません。でベトナム産になってます。ミスハマグリのレモングラス煮だから、こうちっちゃいハマグリってことですよね。にしてはめっちゃ安くないですか？私ハマグリ大好きで。酒蒸しやお吸い物にということで、酒蒸しにしますか。ちょっと酒蒸しにしてみますね。半分酒蒸し半分お吸い物にしてみたいと思います。めちゃくちゃいい匂いがしてきました。そしてね、白いハマグリめっちゃ綺麗。どうでしょうか。美味しい。あっさり食べやすい。ほんとなんかアサリとハマグリの間って感じです。綺麗な色だから映えますね。はい、こちらバラエティ盛り串揚げ見かけたので買いました。これは見たらいつも買っちゃいます。2パック。うずら卵、鶏肉、白身魚、エビ、かぼちゃ、レンコンが2本ずつ入ってるので、2パック買えば4人家族で1本ずつ食べられます。もうね、揚げたての串カツめっちゃ美味しいですよね。これ家で食べられるってすごく贅沢だし、ありがたいです。で、なんか楽しんで食べられるんですよ。子供たちもすごい喜びます。もうね、ソースで食べてももちろん美味しいんですけど、もう塩だけでも美味しい。もうかぼちゃとかホクホクしてめっちゃ美味しいです。で、なんかこう一人この1本ずつしかない、6本しかないっていう感じが、なんだろう、もっと食べたいなーって思わせてくれるぐらいちょうどいい数なんです。これ以上食べるとちょっと脂っこいな、胸焼けしちゃうなって感じなんで、この6本っていうのがまたちょうどよくて、今年も見かけたら買っちゃってる一品ですね。はい、串カツ揚げてます。ちょっとまだですね。今日はこれでクリスマスマーケットをやるらしいですなんか並べて実際に買ってクリスマスマーケットをやるみたい。いい音。こんな感じでレバーも串に刺しました。はい、おうちクリスマスマーケットでーす。ちょっと取らないでこの業務赤ちゃんが寝てるんですよ。赤ちゃん寝てるんですか？この業務スーパーのこの業務スーパーのワインと、あと串カツかな、この中で業務スーパーは。あとはこちら前回初めて見かけた照り焼きチキンライスバーガーですが、美味しかったのでリピートしました。国産米使用です。
鶏肉はブラジル産または国産で、添加物は増粘剤のみです。シンプルですし美味しい。もうこの鶏はもう子供が好きな味、甘辛系で結構味も濃くてご飯が進むって感じのもので、もうお助けアイテムです。土日昼間何もないっていう時とか、自分がちょっと小腹空いたっていう時とか、ご飯足りないってまさかの言われた時とか、冷凍庫にあればすごい便利。もう年末年始特に助かると思って、チキンだけじゃなくこちら何度もリピートしている豚生姜焼きライスバーガーも買ってきています。これもね本当に皆さんに真似して買ったよってたくさんコメントいただいていてすごく嬉しいんですけども、美味しい。この間ね YouTuber のお友達にも真似して買ったよって言ってもらってめっちゃ嬉しかったはい、こちらも増粘剤以外無添加です。そしてこっちは増粘剤以外無添加なんですが、酵母エキスが入ってるんですよ、味付けに。でもこの鶏肉はこの酵母エキスさえ入ってないです。さらにシンプルです。そこもいいですよね。でもこの豚生姜焼きも美味しいし手軽で、もう何年もリピートしてます。はい、こちらはいつものタコブツ。これもめっちゃ真似して買ったよってたくさん言ってもらったんですけど、タコ、エビ、海鮮系いっぱいあるんですが、冷凍でいろいろ入ってるものが多い中、これはタコと食塩のみなんですよ。それが良くて、はい、フィリピン産になっています。今年はねフィリピンにも行って応援したい気持ちでもいっぱいです。だいたいタコブツはたこ焼きかタコの味噌汁にしてます。最近のモーニングルーティーンでもタコの味噌汁出てきていたんですけども、タコブツ使ってます。簡単にお味噌汁にコクが出て魚介感が出てめっちゃ美味しくて子供たち大好きです。あと冷凍最後になるんですが、はい、これもおなじみ薄焼き瓶です。ほうれん草味。なんかね今年はバジル味とかも出たりしてバジル味美味しかったんですが、なんかねバジル味は結構添加物が増えてたんですよ。こちらは膨張剤のみです。それがすごい良くて、普通のホワイトのノーマルタイプも膨張剤のみなんですが、だったらこのほうれん草粉末、練り込まれてる方がいいよねと思って、ちょっとでもと思ってほうれん草にしています。食べた時にほうれん草の味は特にないです。普通に子供たちめっちゃ喜びます。わーいみたいな。いつもこう1枚焼いたら4等分に切って出しています。味変でチーズ包んだり、私キムチ包んだりして食べたりするのも好きです。あと肉いつも買ってます。豚肉バラスペアリブです。骨付き安いです。640円657円安いし、スペアリブめっちゃ美味しいし大好きなんですよね。本当に初期の料理動画からスペアリブのマーマレード煮が得意料理ですみたいな感じだったんですけど、今や電気圧力鍋を買ったので、もともと簡単手軽だったんですがもっと手軽になっちゃって、その前回またモーニングルーティンなんですけど、モーニングルーティンで夜のご飯の準備をしていっていて、そこでスペアリブのブルーベリー煮を作っていたんで、それもすごい気になるって言われたんですけど、普通にマーマレード煮のマーマレードジャムがなかったのでブルーベリーに変えただけです。ブルーベリー煮もめっちゃ美味しい。そのジャムを砂糖の代わりに使っているってだけなんですけど、フルーツの酵素でお肉も柔らかくなるし、こう深みも出て美味しいですよね。で2パック買うのは全部スペアリブにしてもいいんですけど、今圧力鍋買ったのでお米と一緒に炊けるんですよ。なので1人1本計算で、初めにスペアリブ4本をご飯と炊き込みご飯にして、残りのスペアリブをマーマレードになりなんなりするっていう感じで、いつも2パック買ってます。今日はまず4本使ってご飯と一緒に炊き込みたいと思います。はい、こちらお米2合にお水2合分、醤油大さじ2、みりん大さじ1、スペアリブ4本で炊き上げます。はい、暗いですね。こんな感じで炊き上がってます。そして今日は豚バラ買ったんですけど、国産三元豚の米麦っていう豚肉を買って、脂が甘くさっぱりとしているそうです。今日なんで豚バラ買ったかって、ごぼうがね安かったんですよ。はい、こちらごぼう安く売っていて、でこのごぼうを見た瞬間豚汁食べたいと思ったんですよね。なんで豚汁にしようと思って、今夜は豚バラとごぼう、あと人参もあるんですよねうちに。でじゃがいもも前回のコストコこの日のじゃがいも使わないと芽が出てきたんで、豚汁いつもじゃがいも入れないんだけど今回じゃがいもも入れようかなみたいな感じで考えてます。そして舞茸なんですけど、舞茸も豚汁に入れちゃうかも。なんかね、うちしめじが長男次男2人とも食べるんですけど、食べてって言うから食べるんですけど、うわしめじだみたいな感じなんですよ。なんで舞茸だとそういう感じがなくて、多分もう見た目でキノコって感じがしないんでしょうね。もう味噌汁とかに入れちゃうとなんだかわからないというか、
うわキノコって多分思わないからか食べてくれるんで、結構舞茸最近よく買ってますね。あと楽です、このまま使えるので。具沢山豚汁です。あとは味噌を入れたら出来上がりです。はい、こんな感じで美味しく具沢山豚汁仕上がりました。あとそう、この時期ならではといえば黒練りごま、お餅の季節です。前回業務スーパーでもコストコでもお餅買ってると思うんですけど、はい、お餅の季節でお醤油やチーズやあんこと食べるのもいいですけど、練りごま、黒ごまで食べると美味しいんですよね。あと冬は薬膳でも黒いものを取り入れるとすごくいいと言われていて、黒練りごまは手軽に黒いものが取れます。そしてこちら中国産にはなるんですけども、黒ごまのみです、原材料名なので甘さとかもないっていうことですよね。でこのテクスチャーもちょうどいい感じで、焼いたお餅にこれと味を見て蜂蜜とつけて食べると美味しいだろうなと思って買いました。そしてこの時期ならではといえばくず湯です。あ、生姜入りなんだ。あ、生姜入りどうかな子供たち。元祖博多のくず生姜湯4人前入ってて、冬はホットで夏はアイスで、へー、アイスでくず湯。なんか私おばあちゃん家でくず湯飲むのがすごい好きで、なんかおばあちゃん家でくず湯みたいな片栗粉食べてたんですよね。なんかおばあちゃん家でしかやんないし、あれすごい好きで、なんかちょっとこれも片栗粉まででとろっとさせて食べるといいかも。でめっちゃ安かったんですよ、90円ぐらい。こんな感じで個包装4パックになってます。そしてもう一つ甘酒です。これも同じ元祖博多の甘酒なんですけど、黒糖生姜入り。これも生姜入ってるんだ。もう温まるっていう感じですね、やっぱこの時期は。甘酒私大好きで買ってみました。これもねほんと無添加で添加物入ってません。こっちのくず湯もです、添加物入ってません。この3種類ね、こちらとこちらと、あと甘酒、もう一つなんだっけ、生姜湯があったんですよ。生姜湯も気になったんですけど、今回この2つにしてみました。甘酒私大好きでボトルで飲むので、この粉タイプって初めてです。楽しみ。甘酒入れてみました。なんかね全然なんか昔ながらの甘酒って感じ。すごくシンプルな、濃厚すぎない飲みやすい昔ながらの甘酒って感じで、なんか美味しいです。そしてこの黒ニンニク、この黒ニンニク美味しくてどこ行ったのと思っていたら、なんと今回洋冷蔵コーナーにありました。いつも常温コーナーにあるのにと思って洋冷蔵コーナーにありました。この発酵熟成黒ニンニクはめちゃくちゃ大きくて、でなんかホクホク甘みがあるんですよ。でめっちゃでかい、こんな感じで。でまだ残ってるので言えば、これもね業務スーパーの黒ニンニクなんですけど、すごく小さいんですよ。こんな感じ。これはもうめっちゃでかでかい分すごい甘みが感じられて美味しいんですよね。中のニンニクもこんな感じで大きさが全然違うの。そして今日初めて見たニンニクなんですけど、もう一個比べます。こちら、はい、甘みの黒ニンニクってこれ初めて見ました。甘みのってめっちゃ気になって買いました。ポルフェノールがたっぷり、フルーティーな黒ニンニク、めっちゃ惹かれると思って、こちらもニンニクのみです。中国産にはなります。もうニンニクって言ったらやっぱ中国産が多いですよね。はい、これはどんな大きさなんでしょうか。全く見えないんですよね。あ、じゃん、真ん中ぐらいだ。多分このニンニク真ん中のサイズだと思います。量がでもすごいよ、これ量が一番多い。このニンニクが量がね 250g、 40、250、100g なんでめちゃくちゃ多いです。はい、こんな感じでやっぱりサイズは真ん中です。これだけ食べたことないのでいただきます。確かに甘いしフルーティー、美味しい。私この黒ニンニクも大好きなんですよ。いただきます。やっぱりね大きいから他にないクリーミー感なんですよね。一番ちっちゃいやつ。小さい分キュッと歯ごたえがあります。でもねこれも甘みがあって美味しい。なんかどれも美味しい、どれも美味しいけど食感が全然違う。もうちっちゃくてキュッとしてる固めのものと、ふわふわでホクホクの感じと食感が違うけど味はやっぱり似てる。
似てる？どれも甘みが感じられます。私の家の近くにあるスーパー、黒ニンニク売っててものすごい高いんですけど、もう全然この3倍ぐらい値段するのに、なんか酸味がすごくて全然甘みを感じられなくて美味しくないんですよ。ほんと食べるの苦痛でした。なんでそれに比べたらほんとどれも美味しくて優秀です。ちょっとね、この黒ニンニクで今年もねまだ一度も風邪ひいてないので、このまま突っ走りたいと思います。年末年始も。あと養冷蔵まだあってやばいって感じなんですけど、もやし19円、めっちゃ安いと思って、はい、普通にレンチンしてさっと食べたいと思います。美味しいですよね、シャキシャキしててね。子供も大好きだし。あと初めて見たヨーグルト、可愛いと思って、パッケージがぐーたらミツバチ、何、名前も可愛い。優しい甘みと豊かな香りが広がる感動ヨーグルト、蜂蜜香料不使用。蜂蜜香料じゃなくて蜂蜜で作ってるよってこと？国産の生乳と砂糖、乳製品、蜂蜜、デキストリン、寒天でできています。可愛いと思って買ってみました。そして今回もまたあったので買っちゃいました。ゴールデンコモハニーです。蜂の巣。これで前回も韓国のグリークヨーグルト風のヨーグルトを作りました。めっちゃ映えるし美味しいし満足感が上がる、自分のなんか生活の日々の幸せを感じられるので買いました。なんかこの蜂の巣自体には食べられるんだけど栄養がないっていう説と、蜂の巣も栄養が豊富だっていう説とあるんで、ちょっとどっちかわからないんですけど、この蜂が作ったこの蜂の巣も芸術的ですし、子供たちもね面白い勉強になるのでまた買いました。そしてこれ初めて見たんですけど、韓国直輸入サムゲタン買いました。これ1000円ぐらいしましたね。もうこのまま出して鍋で温めれば食べられるっていうサムゲタンです。もうお肌プルプルになるし温まりますし、体が。なのでサムゲタン大好きで、このまま鍋に入れてさっと食べられるなんていいなと思って買いました。あとこれはねめっちゃ安かったんですけど、味噌煮込みうどん、これね生タイプで茹でなんですよ。このなんていうの、アルミニでできていて、裏がこのまま直火するやつ、私多分ほぼ作ったことなくて、このままこの直火でグツグツグツってうどん作るやつやりたいなと思って、手軽だし簡単に温まっていいなと思って、多分ほぼ初めてやったことあるかな、覚えがないぐらいっていう感じなので楽しみです。こんな感じのセットです。これがなんかお湯を入れてお湯から煮込まないといけないとかいろいろあって、それはちゃんとできたんですけど、粉スープが後入れですが、最初からスープ入れて煮込んじゃって、なんか結構濃く、そしてスープ少なく、水足りなかったのかな、なっちゃいました。でもね美味しいし温まります。あとは一時期買いまくってたこちらノンフライ乾麺買いました。平麺タイプでノンフライで、はい、たくさん入ってます。鍋の季節が来たので簡単に鍋作って締めにラーメンみたいなのが手軽にできるのすごいいいなと思って、でノンフライでちょっと罪悪感を減らしてラーメンを食べるみたいな、これ一時期めっちゃ買ってて久しぶりに買いました。あとは可愛いクリスマスっぽい、これ初めて見かけて初めて買いました。面白いですよね。パネトーネっていうお菓子になります。ブラジルから直輸入でドライフルーツがなんと 20% 使われていてたっぷりなんです。そして世界一の生産量、有名メーカーより直輸入ということで、全然見たことないけど有名なんですって。どんな感じになってるかと言いますと、こんな感じ。わーすごいパンじゃん。でこれがお好みの大きさにカットして軽くトーストして召し上がりくださいとか、すごい美味しそうじゃないと思って買ってみました。もうこのまま焼いてるんだ。これを食べる分カット。これで 20% なのかな、ドライフルーツちょっとトーストしていきたいと思います。こんがり焼き目がつくとすごく美味しそう。なんかパンですね。すごいパンだ。いただきます。あ、ドライフルーツの香りがすごい。美味しい。ふかふか。ケーキっていうより朝のパンって感じかな。普通に美味しいです。あと変わったお菓子で言えばこちら、ソワンパブディ。大人の綿菓子ということで、スパイシーで優しい甘さ。めっちゃ気になりませんなんだこのお菓子はと思って。どこの国のお菓子だっけな。
チャイ好きにはたまらない美味しさなんですって。インドの伝統お菓子ですって。で、そう添加物入ってないんですよ。で、ひよこ豆粉とか使われててめっちゃいいじゃんと思って買ったんですよね。全然なんかこう開けたら一気に食べなきゃいけない感じ。でも気になりますよね。開けてみましょうか。じゃん。これ自分で切るの？すごいね。なんかどういう自分で切るタイプ。すごいね。面白い。シャワシャワって言った。ちょっともう出しちゃわないでこのままフォークとナイフで切っちゃいます。音聞こえますか？ザクザク。ザクザクじゃない、シュワシュワ。うわーすごい。めっちゃ崩れる。こんな感じ。いただきます。確かにチャイの味、そしてスパイシー。やっぱり食べ方気をつけないと。粉っていうか、これなんだ、綿がなんだろう。すごい変わってて美味しいですけどね。美味しい。コーヒーと絶対合う。インドのお菓子ってこんな感じなんだ。一回買ってみても面白いかも。チャイとかこうスパイシーな味が好きだったら美味しいです。そしてこちら買ったことあるような気がする芋けんぴです。芋けんぴ美味しいですよね。で、シンプルなんですよ。国産のさつまいもと砂糖、油、オリゴ糖のみです。お正月我が家に集まるって言ってたんですけども、義理の母が芋けんぴ大好きで、おせちに飽きたなっていうちょっと味変にいいかなと思って芋けんぴ買いました。あとお菓子で言うと、これ懐かしくないですか？花の口づけ。このなんか少ないね。全366日365じゃないの？1日増えたの？私が知らないだけ？そんなことないよね。ミルクスモモ味なんだ。わかります？これの味。ミルクスモモ味って。じゃじゃーん。もうこんだけしか入ってないんだって感じじゃないですか？少なくないですか？だけどこのパッケージ見てください。懐かしいみたいな、このなんか古い感じのこのなんかこの前見た絵とちょっとなんか違うな。何種類かあるのかなわかんない。花の口づけでもなんかいろんな春日井だよな。春日井なんだよ。春日井だもんね。そこのね、もう昔ながらのこの味とこのこれがもう味もめっちゃ懐かしいんですよ。ミルクスモモ味。ミルクで甘いんだけどスモモでちょっと酸っぱいみたいな甘酸っぱい味。この味も懐かしいし見た目も懐かしいし、なんかこの花の口づけが何屋さん入った時かな、お店屋さん入った時にレジに置いてあって、これ懐かしくないって写真撮って、どこに売ってるのって載せたら、なんか意外に100均にありますよとか言われたりして、でもみんな懐かしいってめっちゃ絶賛してくれて、それがなんと業務スーパーにありました。あるんだと思って、で買ったんですけど、なんかちょっとスペシャルなお花入ってません？ほら、ちょっとメリークリスマスと四つ葉のクローバー、ラッキー。すごい当たりじゃないですか、私。ほら、ラッキーって書いてるよ。四つ葉のクローバー。で、花言葉が書いてくれてるんですよね。あれ、どこに書いてくれてるの？書いてない。他のお花は花言葉が書いてあるけど、この四つ葉のクローバーはお花じゃないからか。と、このメリークリスマスのヒイラギじゃなくてミックスだからか花言葉が書いてないけど、一応なんか当たりっぽい感じで、これ365日じゃなくて366日のお誕生日が書いてあるんで、これ自分の誕生日あったらめっちゃラッキーじゃないですか？惜しい。夫の誕生日惜しい。2月アルミエメア、8月ブルーファンフラワーで、これ自分の誕生日とか子供の誕生日あったら食べられないですね。ちょっとこれが楽しみで、なんかまた買いたいかも。あとは前に買ったんですけど、久しぶりに見かけて買いました。サジーです。サジーの果汁 100% ジュース。もうこれもったりしてて、原材料名サジーのみで、しかもストレートなんですよ。濃縮還元じゃなくて。これは酸っぱくてこのままだとちょっと飲みにくいので、豆乳で割ったり甘酒と割ったりすると飲みやすいし美味しいです。とても美容にいいということで話題ですよね。こちらが業務スーパーでお安く手に入ります。あとはこちら愛媛県産のみかん398円とお安かったです。どうかな、美味しいかな。ちょっと皮がブヨブヨ系、私皮がブヨブヨ系よりキュッとしてる系が好きなんですよね。皮がブヨブヨ系だからちょっと甘いけど水っぽいとかなんかわかんないけど、そんな感じかな。どうだろう。美味しかったらいいな。みかんは
正直当たり外れありますよね、同じ愛媛県産でも。いただきます。あ、美味しい。ちょっとだけ水っぽさはあるかも。でも美味しい。なんかみかんがうちにあるとお正月って感じがしていいですね。あとは柿もこちら茨城県産で398円です。柿も私ブヨブヨ系好きじゃなくて硬い系が好きなんですけど、すごい全部硬い。柿もね、この時期咳が出たりとかこう乾燥しがちな肺を潤してくれたりとか、あと美容にもとってもいいのでお安く見かけたら買っちゃいます。あとは普通にキッチン用スポンジ、これめっちゃ安かった。100円以下とかだったのかな。キッチンスポンジ切らしちゃってないよーって朝思ってたので買っちゃいました。普通にこれ昔ながらあって泡立ちいいですよね。あとは生ニンニクと生わさびです。ニンニクとかもね、基本的にはすりおろしたりとか生のもの使った方がいいなと思いつつ、ないっていう時に不便なんで一応買っておきました。生ニンニク、そして生わさびです。いかがでしたでしょうか。こちらが今回の購入品です。今年も1年ありがとうございました。業務スーパー購入品何回やったかな。再生リストにまとめておきます。インスタグラムもやってます。また来年もよろしくお願いします。それではさようなら。